はい、こんにちは。発酵調味料教室シンプルブルーライフの早川です。このチャンネルでは発酵食などの食に関する知識や食と健康、そういったことをテーマにいろいろなお話をさせていただいております。チャンネル登録がまだの方はぜひ最初にしておいていただくと他の関連な動画も見やすいと思うので、ぜひお願いいたします。ということで今日はですね、お酢のお話をまたしていこうかなと思います。お酢の製造に関わってくる、お酢の製造にとって有用な微生物と、有害な微生物がいますよというところで、どんな微生物がお酢の醸造に関わってくるのか、そういった点をですね詳しくお話ししていきます。まずですね、お酢の醸造製造にですね有用な微生物というのは、大きく2種類あります。それは何かと言いますと、まずは酵母菌ですね、そして、酢酸菌、酸を作っていく菌ですね、この2つが、メインの、有用な微生物ということになります。もちろん他にもいろいろ微生物はいるんですけれども、メインで働くのが、この2つということになります。まずこの酵母菌なんですけれども、酵母菌というのはですね、アルコール発酵するアルコール酵母ですよね。いろんな種類があります。酵母菌にもいろんな種類があるんですけれども、その中でもアルコール発酵をするアルコール酵母、サッカロマイセス属というんですけれども、そのサッカロマイセス属の、酵母菌が働くということですね。で、このアルコール発酵に関わるサッカロマイセスなんですけれども、その用途によっていい菌が純粋培養して現代では使われています。なので、日本酒を作るのに適した酵母菌っていうのが純粋に培養されていたり、ワインを作るのに適した酵母菌っていうのが純粋に培養されていたり、あとはビールもですね同じようにビール用の酵母っていうのが作られていると、そういうことになっているわけなんですけれども、清酒酵母というのはですね、米麹から甘酒を作るものですよね。要は日本酒を作るものです。そしてワイン酵母、これはですね、果汁となっていますけれども、ブドウとかの、果物の汁から、アルコール発酵をさせるための、酵母、それがワイン酵母です。そしてビール酵母ですね。これは麦汁ですね。麦汁がアルコール発酵するために使用される酵母菌、それがビール酵母だということになります。このアルコール、発酵する酵母菌っていうのが、お酢の製造に深く関わってくるということですね。はい、そしてやはりメインになってくるのはお酢ですので、この酢酸菌ですよね。酢酸という酸をこの菌が出すことによってお酢というのは酸っぱくなります。要はここでアルコール発酵、酵母菌がアルコール発酵したもの、アルコール発酵によって生成されたアルコールに対してこの酢酸菌が酢酸発酵を行ってお酢にしていくというわけなんですね。なのでこの2つの菌があることによってもともとの糖分が含まれているような液体がアルコールになって、でその後お酢になる、でそういう過程をたどることができるというわけなんですね。でこの酢酸菌っていうのはですね、特徴として、絶対的好気性の肝菌というふうに書いてありますけれども、これちょっとこの字だけではですね何のことかわからないと思うんですが、まずですねこの絶対的好気性というのはどういうことかというと、微生物っていうのは空気とかその酸素ですね、空気がある環境を好む菌なのか、それとも空気が全くない環境を好む菌なのか、もしくはですねもうどっち寄りなのかとか、そういった感じでですね空気の、あるなしの環境で分類されていたりします。で、この好気性ですね、好気性というのに分類される菌というのは空気を好む菌なので、空気がたくさんあるところでより繁殖する菌ですね。
で逆にじゃあ空気のないところで繁殖する菌は、何というかというとですね、嫌気性の菌というふうに言いますが、嫌気性はですね、漢字は、この好気性の反対なので嫌いという字を書きます。嫌という字ですね。嫌という字を書いて、嫌気性ですね。で嫌気性、空気を嫌う菌ということで嫌気性というふうに言われます。なので、空気を好む菌は好気性、空気を嫌う菌は嫌気性ということです。でその中でもですね、いろいろ条件的嫌気性とか、ちょっと空気が、若干あるところがいいとか、全くない方がいいとか、いろいろあるんですけれども、その中でもこの絶対的好気性というとどういう状態かというと、もうとにかく絶対に空気がないところでは繁殖しません一切みたいなことなんですね。なのでちょっとだけ空気があるぐらいじゃなかなか繁殖しない、みたいなイメージですよね。もうとにかく繁殖には、この酢酸菌がですね繁殖するにはとにかく空気が必要ということになります。はい、とにかくですね、そういった特徴がまず1つ目のこの絶対的好気性というものですね。そして、絶対好気性の、肝菌です。これ肝菌というふうに、読むんですけども、肝菌というのはこれはですね、菌の形状を指しています。どういう形をした菌なのかというところですね。細菌っていうのはいろんな形があるんですけども、主に2つに2種類に分類されていて、1つ目が球菌ですね。この丸い球状の球という漢字を書いて、丸い菌の球菌、形的にもこういう丸い形をしているわけなんですが、それに対してこの肝菌というのはここにちょっと絵を描いてみたんですけど、こういう感じの細長い菌ですね。この一個一個がこの細長い菌がわーっていっぱいこう集まってるみたいなものです。なので酢酸菌という菌はですね、空気がいっぱいあるところで繁殖して、この細長い形の菌が空気のいっぱいあるところでわーっていっぱい繁殖して固まるみたいなイメージですね。ということで、酢酸菌というものがオスの醸造に関わってくる微生物なわけなんですけれども、酢酸菌は酢酸菌でも結構いろんな種類があったりします。で、大きく分けるとですね、有名な菌としてはこの2つがあります。これがですね、アセトバクター属とグルコノバクター属というふうに読みます。このアセトバクター属とかグルコノバクター属っていうのは、学術的にはこの菌類っていうのは属性で分類されます。何々属の何々みたいな感じでいろんな属性があって、その中でさらに細かく分類されていくわけなんですけども、この酢酸菌の大きな分類としてこのアセトバクター属とグルコノバクター属があるということですね。でそれぞれちょっと働きが違ってですね、かなり違うんですけれども、アセトバクター属はですね、アルコールから酢酸を生成します。働きですね、乳酸と酢酸を酸化することができるのがアセトバクター属なんですけれども、分かりやすく言うと、アルコールから酢酸を生成しますので、要はこの酵母菌が作ったようなアルコールですね、アルコールから、酢酸っていうのを作ることができるのがこのアセトバクター属の酢酸菌です。そしてですね、2つ目のこのグルコノバクター属、これは何をするかというと、これは糖からグルコン酸を生成します。これはですね、アセトバクターと違って乳酸と酢酸を酸化するってことはできないんですけれども、このグルコン酸という酸を生成することができるのがこのグルコノバクター属です。で一応これ2種類書いたんですけれども、主にですね、食酢の製造に関わってくるのはこちらですね、アセトバクター属の方になります。お酢の製造に関して、言うとこちらの、酢酸菌でかつですね、食酢ですね、食酢の製造に関しては、ほぼほぼこのアセトバクターアセチという、酢酸菌が使われます。何のこっちゃいっていう話なんですけれども、要は酢酸菌にもいろんな種類があっ
でその中のアセトバクター属ってこう大きな分類があります。何々属っていうアセトバクター属っていうのがあって、そのアセトバクター属の中でもなんかアセトバクターなんとかアセトバクターなんとかってわーっていっぱいいて、で、その中のアセトバクターアセチ君っていう酢酸菌君が、お酢を作ってくれる、食べれるお酢を作ってくれると、そういうことになるわけなんですね。なので、酢酸菌と一言で言ってもいろんな種類の菌がいて、食酢の製造に関わってくるのはこれですよということになります。はい、でですね、酢酸お酢の製造っていうのはすごくやっぱりこの酸をいっぱい微生物が出してくるので、めちゃくちゃこの pH が低い状態でどんどん、発酵が進んでいくということになります。で、なので結構そのですね、雑菌とかが入ったりとか他の微生物に邪魔されたりっていうことは少ないんですけれども、他の有害な菌に汚染されちゃうっていう場合もあります。これどういう場合に汚染されるかっていうとですね、実はその、雑菌というか、腐敗菌とかみたいなそういう菌ではなくてですね、同じ、分類というか同じ種類の酢酸菌が、邪魔をする有害な物質ということになるんですね。不思議な、話なんですけども、要は酢酸菌にも本当にいろんな種類があるので、食酢の製造に関して言うと、有用な働きをするものもあれば有害な働きをしてしまうものもあるといったところですね。で実際その有害な働きをしてしまう微生物っていうのはどういった種類かっていうと、これはアセトバクターキシリナムという酢酸菌です。これ、ですね、厚い膜をこう形成する菌なんですけれども、これが食酢、これ自体の菌が悪いとかそういうわけではもちろんないんですけれども、お酢を作るにあたってですね、食酢を作るにあたってはちょっとこの菌は邪魔になってしまう。同じ酢酸菌なんだけどもこの菌は邪魔になっちゃうというものなんですね。このアセトバクターキシリナムという菌はですね、糖からセルロースをこう形成するものなんですね。こう厚いこう膜を作って、要はそのセルロースっていう繊維ですね、繊維を作ってこう厚い膜、こんな厚い膜をこう作っちゃうっていう菌で、その厚くできる膜が、形成される膜がですね、ぷにょぷにょしていて弾力があるような膜なので、通称こんにゃく菌というふうにも言われています。なのでこの発酵中にですね、お酢を作っていて、お酢の製造中にこのアセトバクターキシリナムが、ここに入ってきてしまう、繁殖してしまったらどうなるかっていうと、こういう厚い膜ができてしまって、こんにゃくみたいなですねものができてしまったり、しますし、その菌がこう入ってくることによって酢酸、この、食べたいものですね、人間がこう作りたい酢酸の生成の速度が遅くなってしまったりもします。あとはちょっと変な匂いがですねしてきたりとかも、あります。なので、このこんにゃく菌っていうのはお酢を作る段階では、入ってほしくない菌ということになります。ということで、お酢を作るには有用な微生物と有害な微生物っていうのもいますよというお話です。で、このこんにゃく菌なんですけども、お酢の製造にとってはめちゃくちゃ有害なんですけれども、しかしですね、このアセトバクターキシリナムっていう菌は、人間の食べ物に非常に役に立っているのが、1種類だけなんですけどもあります。それ何かっていうと、フィリピンのナタデココですね。ナタデココって昔すごい流行ったことがあるので、知っている方も多いと思うんですけれども、今も普通に売っていますし、食べることできるんですが、寒天みたいなプニュプニュしたやつですね、あれがですね、あれは実は発酵食品でして、ナタデココを作っている菌がこのアセトバクターキシリナムという菌なんですね。でこの菌はフィリピンにいる菌なんですけれども、そのフィリピン人の方はそのココナッツの液体にこのアセトバクターキシリナムを繁殖させてナタデココを作って食べるという文化があります。
はい、なので食酢お酢を作るのにとってはこれが入っちゃうとちょっとまずいなってことなんですけども、これ自体は別に悪い菌じゃなくって、そのナタデココとかを作ったり、その他にもですねいろいろと、工業的な利用の方法とかもあったりして、非常に役に立つ菌なんですね。はい、酢酸菌にもいろんな菌が、いて、その中でもアルコール酵母によってアルコール発酵した液体の中で、このアセドバクターアセジが繁殖すると美味しいお酢ができて、人間がそのお酢を飲んだりですね、使ったりすることができるというわけなんですね。非常にですね面白い、話だなというふうに思います。はい、今回の動画が気に入っていただけましたらぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとですね、お酢に関してとかそういった、発酵食に関して詳しくですね解説している動画は、この動画のタイトル欄にタップしていただきますと、詳細欄に書いてありますので、気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。ということで今回は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。